はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。先日ですね、リップル社の略式判決の方が下りまして、いろんな方がですね、著名な方が意見の方を共有しておりますので、そちらの内容をですね、公開、共有の方できればと思います。まずですね、リップル社の CEO、ブラッド・ガーリングハウス氏ですね、ツイートの方で、ツイッターの方でコメントの方されてます。昨日の判決が議会に必要な目覚めの呼び水になることを願っていると。この判決はほぼ全てのトークンは本質的に有価証券であるという SEC の主張を真っ向から否定するものであり、米国における他のデジタルトークンにとってポジティブな先駆けとなってくれるだろうということで、これによってですね、XRP トークンについて、明確になりましたので、他のね、暗号通貨プロジェクトとかにも、参考にね、なればいいかなということで、ガーリングハウス CEO の、方がですね、コメントをされてます。で、さらにですね、裁判所の判断が何を意味するのか混乱があるようなので、我々の弁護士であるスチュアートが要約してみたということで、引用リツイートのされてまして、法律顧問の、リップル社の法律顧問のですね、スチュアートさんですね、法律上 XRP は証券ではない、法律上 XRP は有価証券ではない、役員による売却は有価証券ではありません。その他の XRP の配布、開発者、慈善団体、従業員への配布は有価証券ではありませんということで、補足として全説明の方されています。で、さらにですね、この判決の最も重要な部分は、デジタルトークンとしての XRP はそれ自体、投資契約のハウェイ要件を具体化する契約取引方式ではない。これは現在法律上の問題である裁判の対象ではありませんということでコメントのされています。で、さらにですね、私たちは2020年12月に法律の正しい側におり、歴史の正しい側にいるだろうと言いました。今日の決定に至るまで、協力してくれたすべての人に感謝する。まだまだ続きますと。そしてふさわしいパーティーの計画を始めましょうということでね、コメントをされてます。はい、で続いてですね、リップル社の共同創設者兼会長である、クリス・ラーセンさんですね、コメントされてます。私はブラッド・ガーリングハウスやスチュアート・アルデロティほど訴訟について声高に発言してこなかったけど、しかし今日は米国における暗号にとって大きな勝利ですと、私たちを支援してくれたすべての人に、感謝しますということでコメントされてます。で、さらにですね、リップル社法律最高顧問のスチュアート・アルデロティ氏ですね、コメントをされてます。ケイティ・ビバー氏の意見にこれ以上ないほど同意する、今日の SEC からの哀れな声明、負けを認めろ、自業自得だということをコメントされてまして、この方ですね、ケイティ・ビバーさんって方の、SEC の声明をですね、引用したツイートの方を引用リツイートされてまして、そちらの方にね、スチュアートさんコメントされたということで、この方ですね、リップル社に関する SEC の声明は、真実を語ることを求められる権力のある政府機関に対し、悪い事実を伝えようとする、若い工作員のような雰囲気があると、もっとうまくやれということで、その SEC のね、声明文の方ですね、こちらになります。翻訳のをしております。裁判所が XRP トークンがリップル社によって投資契約として提供販売され、特定の状況において、証券取引法に違反していると判断したことを嬉しく思う。裁判所はハウェイテストが暗号取引の証券分析を支配することに SEC と同意し、何が投資契約を構成するかについてのリップル社のでっち上げテストを却下し、代わりにハウェイとその後の判例が様々な有形無形の資産が投資契約の対象となり得ると判事していることを強調した。さらに、裁判所はハウェイのテストは明確であり、知らないという主張は証券取引法違反の弁明にならないと指摘し、リップル社の公正通知の主張を退けたと。この判決については引き続き検討するということで S1 の方で、ね、述べております。引き続き検討すると言っておりますので、上告ですね、の可能性はまだ残っているのかと思っております。公正通知についてはですね、後ほどまたですね、共有の方をしていきたいと思います。
さらにですね、スチュアートさん、先ほどブラッド・ガーリングハウス CEO がですね、引用をリツイートされてた内容ですけども、今日、XRP は有価証券でないことが法律上証明されました。法律上 XRP は有価証券ではない、役員による売却は有価証券ではありません。その他の XRP の分配開発者、慈善団体従業員の分配は有価証券ではありません。裁判所が投資契約に当たると判断したのは、過去の機関投資家への XRP の直接販売のみである。裁判所の命令により、これらの機関投資家への販売に関してのみ、さらなる裁判手続きが行われるということで、だから、リップル社の方も上訴する、可能性はあるのかなと思っております。何年にもわたって、この問題に精力的に取り組んできたチームに心から感謝する。裁判官の決定は、この業界が戦っていることの多くを肯定し、SEC が暗号に対して無限大の権限を持っていないことを示していますと。これで、この国の暗号規制についてまともな話し合いができるかもしれませんということですね。そして、取引所コインベース、SEC から訴えられている取引所のコインベースですね。まず、コインベースの法律最高顧問であるポール・グレワルさんですね。トーレス判事は XRP が証券である場合もあれば、そうでない場合もあると裁定したと誤解しないでくださいと。それは彼女が下した判決とは全く異なっているものですと。XRP 自体は決して証券ではありませんと。XRP はデジタルトークンとして、それ自体が投資契約のハウェイ要件を具現化すると、契約取引または方式ではありませんと述べていますということで、だから今回、一時販売ですね、機関投資家への販売が違反であると。で、それ以外はね、違反ではないとされたんですけども、それはその販売についてのことでして、XRP トークンのね、それ自体に関してはこのように述べておりますので、証券ではありませんということで誤解しないでくださいということでですね、追加補足されております。はい、でですね、当列の資料深い決定を読んだ。我々は慎重に分析を見直した。再上場の時が来たということで、すでにね、コインベースの方、XRP また取り扱い始めております。で、15ページ、デジタルトークンとしての XRP はそれ自体投資契約のハウェイ要件を具現化すると契約取引スキームではない。25ページ、デジタル資産取引所におけるリップル社の XRP のプログラム販売は投資契約の提供販売には当たらないと。プログラム販売っていうのは、簡単に言うと二次販売のことですね。だから取引所とかで販売される二次流通の販売に関してのことです。で、弁護士であることが好きな日がほとんどですが、今日もそのうちの1日だということで、話しております。で、取引所コインベース自体のアカウントの他もツイートされてまして、5つということで、リップルのため、業界のため、開発者のため、明確なルール、ブック、制度改正、そして XRP の取引が開始されたということで、コインベースのね、取引所アクセスしますと、このようにね、コインベースは XRP ネットワーク上で XRP の取引を再び開始、可能にしますということで、記載の方されております。コインベースアセッツのアカウントの方からも、XRP は現在、ホームページとコインベースの iOS、iPhone、Android アプリでライブになっていますと。コインベースの顧客はログインして、この資産を購入、売却、返還、送信、受信、保存することができますということですね。アナウンスの方ありました。はい、続いて、リップル社 CTO 技術責任者であるデイビッド・シュラツさんですね。この時に、多くの詐欺師が今回の良いニュースに便乗して騙したり盗んだりしようとしていますと。この裁定に関連するエアドロップ、景品、特別オファーなどは一切ないということで、警告の方でですね、されております。こういったね、ことが、略式判決が下ったということで、非常にですね、今、リップルに関して、インターネットアクセスの方を集めておりますので、それを逆手にとってですね、詐欺を行う方たちも増えてくると思いますので、皆さんもですね、十分ですね、そういったものに捕まらないようにですね、警戒、しておくことがいいかと思います。そういったね、詐欺的な情報はですね、必ずまたこういった時に便乗してですね、いろいろ出てくるので、気をつけてくださいということですね。はい。あと、私はここに7月13日を、勝利の日と宣言するともコメントされております。はい、そして、僕の動画でもたびたびですね、共有の方をさせていただいているジョン・ディートーさんですね。集団訴訟弁護士のジョン・ディートーさんもコメントされています。XRP ホルダーの宣誓供述書が裁判官の判決に登場。トーレス判事は次のように書いてます。
事実、多くのプログラマティック購入者はリップル社の存在を全く知らなかったと。彼女はECF を引用しています。これらは私たちが提出した3500の XRP ホルダーの先生教授書ですと。皆さんのおかげですと。で、プログラマティック販売というのは先ほども申したんですけども、買い手と直接やり取りすることなく、媒体が直接、在庫を販売すると。だから取引所の販売、二次流通の販売、のような販売になります。はい。で、こちらのね、文章の方を引用した文章の翻訳になりますけども、なぜなら、リップル社は誰が XRP を購入しているのかを知らず、購入者は誰が XRP を販売しているのかを知らなかったからですと。実際、多くのプログラマティックバイヤーは、リップル社の存在を全く知らなかったということで、記載のされています。で、さらに、客中16を見てほしい。トーレス判事は1月30日の lbry.com の審理を引き合いに出していますと。トーレス判事は、LBRY 判事が自分の裁定が二次市場販売には適用されないことを明らかにしないと約束しているページを引用していますと。で、それを引用して XRP の流通市場での売却が投資契約の勧誘や売却に当たるかどうかについては当裁判所に与えられてない問題であるため当裁判所は言及しませんと。その二次流通に関してはね。で、さらに、彼女は実際に二次販売の状況についてこのようにコメントしたと。私は事実上決定したと言っていますと。で、ジェームズ・フィランさんですね。これがこの判決の最も重要な部分である。プログラマティックセールスは有価証券ではなく、プログラマティックバイヤーは流通市場の購入者と同じ立場に立っているのだから、流通市場のセールスは投資契約ではなく有価証券ではないということですね。だから二次流通について裁判官はコメントされていないんですけども、二次流通の購入者と同じ立場に立っていると。で、プログラマティックセールスっていうのは有価証券ではないと言っておりますので、二次流通に関しては有価証券ではないということで説明のされています。はい、で、こちらのね、添付されている文章の翻訳になりますけども、プログラム販売の経済的実態を考慮した結果、当裁判所は議論の余地のない記録は3つ目のハワイの要素を立証していないと結論付けていますと。プログラマティックちょっと言いにくいんですけどね、プログラマティックバイヤーは自分たちの支払いがリップル社に渡ったのか、それとも他の XRP の売り手に渡ったのかを知ることはできなかった。また、2017年以来、リップル社のプログラマティックセールスは、世界のXRP 取引のわずか 1% 未満でしたと。したがって、デジタル資産取引所から XRP を購入した古代の個人の大多数はリップルに資金を全く投資していないと。だから 1% 未満しか取引されていないからね。で、機関投資家バイヤーは契約に従ってリップル社から直接 XRP を購入したことを承知していましたが、機関投資家はね。しかし、経済的な実態として、プログラマティックバイヤーは誰に何を支払うのかわからない二次流通市場の購入者と同じ立場に立っていたのですと。先ほど話した文章の部分になります。はい。で、さらに、ジェレミーが以下の、多くの言葉で述べているように、彼女は流通市場における XRP の、地位を事実上結論付けたと。それゆえ、トーレス判事は二次販売は対象外であり、別のハウェイ分析が必要であると言いましたと。で、ジェレミー・ホーガンさんですね。予想通り、個々の被告の問題は裁判にかけられるであろう。彼女は流通市場での販売については言及していませんが、この命令書によれば、世の中に出回っている XRP のほとんどは証券ではありません。だから、流通可能なトークン、二次販売の流通可能なトークンでは論理的にはありえないと。で、ジェレミー・ホーガンさんですね。すごいおめでとうと一読して分かったこと。トーレス判事は結局、スプリッティング・ザ・ベイビー。そう、彼女は買い手がリップル社から直接 XRP を購入した売上を有価証券の販売と認定した。その額は、7億2800万ドルとされていると、いうことで、スプリット・ザ・ベイビーっていうのは何かと言いますと、昔のね、聖書の物語でして、ソロモンの裁判っていうのがあるんですよね。その、物語では、要は自分
分がね、赤ちゃんの母親であるって言ってる人たちが2人出てきて、で、裁判官は、じゃあね、あなたたち、どちらもね、母親、であるのであれば、じゃあこの赤ちゃんを2人、引き裂いてね、半分ずつにして、あなたたちに分け与えようと。そしたら公正でしょうということで、1人目のお母さんは、それは公正な判断ですねということでそれを受け入れて、2人目のねお母さんはそんなね、半分に赤ちゃんを引き裂いちゃうなんてとんでもないと、それであればその1人目のお母さんに、赤ちゃんを譲りますということで、話したと。でそれを見てですね、裁判官は、本当に自分のね子供であれば2番目のお母さんのように判断するであろうということで、2番目のお母さんに、それをね赤ちゃんを渡したという物語から来てて、双方がですね部分的な勝利を主張できるように妥協点をね、2人に分け与えれるようなことで、指している言葉になります。結構出てくるかと思いますので、今の話知っていると理解が深まるのかなと思っております。はい。で、まずですね、結局、だから買い手がね、リップル社から直接 XRP を購入した売上に関しては有価証券の販売と認定しましたと。で、それが7億2800万ドルと。で、さらに、彼女はプログラマティックセールスはハベイの3番目の条項、利益の合理的な期待なしを満たさないと判断したと。これに関しては7億5000万、5700万ドル相当だと。これについてリップル社の勝ち。で、彼女はその他の売上は実質的な売上ではないと判断し、そしてハベイの最長の条項を満たさないと。これが約6億ドルだと。これもリップル社の勝ちと。で、4つ目、彼女は投資契約には契約が必要という検証を採用しない。変な言い方だが、この点ではリップル社の負け。5つ目、彼女は公正な通知による弁護の裁判続行を承認しなかったと。これに関してはリップル社の負けと。で、このですね、5に関しては、ジョン・ディートンさんがですね、ジョン・ディートン弁護士の見解として、反論ですね、している部分がありましたので、そちらもですね、記載しております。客中は必ず読んでください。まさにその通りだ。多くの弁護士が彼女は公正通知の公弁を拒否したと言っていたと。それは真実ではありません。彼女は機関投資家販売への適用を否定したのだと。だから一時販売ですね。機関投資家への販売に関しては適用を否定したと。しかし、彼女は過去に SEC が行った強制捜査は、機関投資家向け販売に関する公正通知を行ったが、それ以外の販売を、二次販売とかを、起訴することは過去の事例とは矛盾する可能性があるとコメントしていますと。だから、二次販売に関してはですね、また、これに関しては、被告が陪審員に対して公正通知を主張できることを意味すると。他の裁判官も同意すれば SEC にとってこれは悪いニュースになるであろうと。いうことで、だから二次販売に関しては公正通知が適用されるね、余地はあるということですね。で、さらに、これはジェレミー・ホーガンさんですね。6、やはり、個々の被告の問題は裁判に、持ち込まれるであろうと。だから今回ですね、妥協できなかった部分に関しては上訴する可能性はね、おのおのまだあるんではないかと。で、7つ目、彼女は流通市場での販売については言及していませんが、この命令によれば、世の中に出回っている XRP のほとんどは証券ではありませんと。したがって流通市場での販売は違法な販売ではありません。したがって二次市場での販売は違法な販売ではありませんということですね。で、反対なら言ってくださいと。で、次は最後ということで、そして余談だが、彼女はこうも言っている。XRP はデジタルトークンとして、それ自体、投資契約のハベイ要件を具現化する、契約取引、または方式ではないと。結論としておめでとう。リップルはおそらく、控訴するであろう、上訴するであろうと。しかし絶対に生き残るだろうと。これが法律の好きなところだ。判事は私たちが考え希望していたところにほぼ到着しましたが、彼女は予想とは異なる道を選びました。一緒に旅をしてくれてありがとうということですね。コメントをされてます。はい、ということでですね、一応、略式判決の方は一旦ですね、一段落して、この後はですね、各々リップル社、SEC が上訴して、裁判になっていくのかっていうところがまた問題になってくるかと思いますが、これに関してはですね、結構長期的な問題になってくるのかなと、個人的には思っているんですけども、今回その XRP トークン自体にね、比較的ね、明確なところがね、公開の方されましたので、今後ですね、これがですね、まだ米国では結構仮想通貨、暗号通貨に関しては暗雲が立ち込めている状況になりますので、他のね、プロジェクトとかもこれを機にね、また活性化して、開発者、技術者とかも含めてですね、仮想通貨市場全体がですね、盛り上がってくれればなと、個人的には思っております。
また、リップ社に関してもですね、いろいろまだこれからも出てくるかと思いますので、引き続きですね、僕の方でも情報をまたですね、追って、動きがありましたらですね、また共有の方をしていきたいと思いますので、よかったらね、また別の動画を見ていただければと思います。はい、ということで、今ですね、僕の方ではリップル関連、SEC 関連、あとフレア、ソロジェニック、コアリウムですね、イノシス、ステーク X などもですね、情報の方、共有の方を毎日で、しておりますので、よかったらまた別の動画も見てください。また質問に関してもですね、受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE のリンクですね、貼っておりますので、そちらにご連絡いただいた方にはですね、すぐ僕の方でご対応させていただいておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなくすべて無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。